こんにちは、千代子です。今回のチャレンジはサーボモーターを使ってこのクマさんを動かすことです。材料をざっと見ていきます。マイコンはまずはアルドゥイノ UNO の互換機で試作して、うまくいったらもっとコンパクトなナノに配線を植え替えるつもりです。そして肝心のサーボモーター、3つぐらい使いたいですね。リモコンで操作できるようにします。ですので、リモコンからの信号を受け取る赤外線リシーバーが必要です。それにもちろんジャンプワイヤーとかブレッドボードも使います。このクマさん、以前羊毛フェルトで自作したもので立つことはできないんです。いきなり二足歩行してもらうのはちょっと難しいですが、座ったままでいいので首をかしげたり手を振ったりしてくれたらいいなと。ではまずはサーボモーター1つをリモコンで動かしてみることから始めます。メーカーの説明によると、サーボモーターから出ている3本の線の茶色いのはグラウンドに接続、赤は電源、まあそうでしょうね。で、黄色いのはマイコンから信号を受け取るようです。赤外線レシーバーにも足が3本あります。こちらは色では判別できないですが、この製品の場合、向かって左側の足の横にマイナスと書かれていて、右端には S とあります。マイナスはグラウンドにつなぎ、S はシグナルの S のようです。マイコンの GPIO ピンに信号を送るためのものですね。で、残る真ん中のが電源用というわけですね。マイコンのピンに挿すときに間違えないように、ジャンプワイヤーの色はなるべく合わせました。サーボモーターにはオス、赤外線レシーバーにはメス、オスのジャンプワイヤーをつなげていきます。マイコンにつないだところです。リモコンから信号が送られたら、赤外線レシーバーからの信号はマイコンの GPIO ピン D2 で受信。サーボモーターはマイコンのピン D7 からその良しを知らされて動きます。ピン D4 につながれた LED も光ります。これはこちらのサイトを参考にさせていただきました。お手本ではリモコンから信号を受け取ったらサーボモーターが動き、 LED ライトが点灯し、ブザーも鳴りますが、今回はブザーはなしにしました。アルドゥイーノの開発環境、アルドゥイーノ IDE を立ち上げたパソコンにマイコンをつなぎ、お手本にあるソースコードからブザーなしの分だけ簡単にしたコードをアルドゥイーノにアップロードします。このコードではリモコンから何か信号を受け取ったらサーボモーターが90度回転するようになっています。つまり、とりあえずリモコンのどのボタンを押してもいいのですね。当初の試運転ではうまくいかなかったのですが、いろいろ検索してみると、どうやらサーボモーター用のライブラリーが古くて、最新の赤外線レシーバーのライブラリーに合っていないようでした。こちらの赤外線レシーバー用のライブラリーはバージョン441がインストールされていましたが、これを260にダウングレードしてアップロードし直します。アルドゥイーノを始めてからいつもつくづく思うのですけど、ネットでお知恵や経験をシェアしてくださる先人の皆様方、ただただ感謝です。今度はうまくいきました。リモコンの任意のボタンを押すとサーボモーターが動いてくれます。調子に乗って次はサーボモーターを3つつなげます。この試運転ではどのボタンを押してもサーボモーターが動くのですが、3つのサーボモーターを別々に動かすためにはボタンによる制御の区別が必要です。このコードでは
毎回受け取った信号の値が書き出されるようになっているため、これを利用します。Arduino IDE のシリアルモニターを出してボタン1、2、3を押してみて、信号の数値が書き出されるのをメモっておきます。こちらはリモコンのボタン1を押したとき、FF6290 とあります。ボタン2を押したときは FFA25D、 ボタン3を押したときは FFE21D。 これら3つの値を使ってプログラムを書き換えます。リモコンによってそれぞれ数値が違うのだと思いますので、こうやって確かめてそれぞれコードに書き込んでいけばいいですね。新しいコードでは受け取った信号を例えば FF6290 だとマイコンが読み取ったときは、リモコンのボタン1が押されたと判断してモーター1が動くように合図します。同じように FFA25D が読み取られたときはリモコンのボタン2が押されたとしてモーター2を動かすように命令を出し、そして FF21D の時はボタン3が押されたとわかるのでモーター3を動かすように手配します。Arduino のコードの3段ができたので3つのサーボモーターをクマさんに仕込む準備もします。まずは厚紙に穴を開けてモーターをはめ込んでスクリームスティックを切って補強しました。こんな感じ。美しくはないですが見えないところなので。ではいきます。サーボモーター3つで試運転。いいですね。ボタン1、2、3でそれぞれ別のモーターが動きました。次はこのモーターのセットのクマさんの中への組み込みです。もうこの工程はもう恐ろしや。とてもじゃないけど動画サイトでお見せできるようなものではありませんでした。すでに出来上がったクマさんに入れることを考えないで最初からこれ用に作るべきだったとひどく後悔しました。布を縫い合わせて作ったぬいぐるみなら必要なところだけそっと糸をほどいていけばいいのですけど、羊毛フェルトのぬいぐるみはもうハサミで切り開いたり手で引きちぎったり、それはもうとってもじゃないけどお話できるようなものではありません。なんとか元の形に戻して中の機材の調整が必要な時のために扱いやすい別のドレスに着せ替えました。ドレスで隠れる部分からモーターのコードを出しています。コンパクトにするためにマイコンはArduino Nano の互換機に配線し直してからモーターにつないでいきます。では試運転いきます。動きましたね。モバイルバッテリーを入れるトランクを空き箱で作ってみました。マイコンやワイヤーもスカートで隠せばちょっといい感じじゃないでしょうか。というわけでクマさんがリモコンとサーボモーターで無事動くようになりました。最後までご視聴ありがとうございました。次回もまたぜひいらしてくださいね。